こんにちは、鷹の目工作室です。今回は前後のコックをつなぐリンクから作っていきましょう。平岡さんの本ではステンレスが指定されていますが、私は洋白板を使います。この切断で寸法をやや間違えたので、後の加工のための余裕がなくなってしまいました。材料が大きいお家にコックプラグとはまり合うための穴を開けておきます。材料の大きさに余裕がないので、穴の位置は慎重に測って決めました。穴の直径は図面で指定されているよりも随分大きくしてあります。その理由はコックプラグが歪んでいると考えられ、図面で指定されている 2mm ではきつすぎると思ったからです。単純に歪み分を吸収するだけであれば 0.2mm 程度大きくすれば十分だと思いますが、ここでは直径 2.6mm の穴を開けました。この穴はこの後外形加工で位置決めの役割も果たすので、ネジのサイズに合わせました。今回はこの時点で個別の部品に切り分けます。コックプラグを連動して動かせるかを確認しておきましょう。やはり穴が大きすぎる感じはしますが、リンクとしての役割に問題はありません。もっと大きくて加工しやすい形であれば、外形を仕上げた後で穴形を調整するのですが、今回は難しそうなので、初めから大きな穴にしてしまいました。動作の確認が済んだところで外形の加工に移ります。最初は首のフレットの加工です。以前はそれぞれのフレットの位置を計算して穴を開けていました。それだと穴位置の計算ミスや穴位置の設定の誤差などで対象にならないことがありました。今回はジグを動かさずワークを反転させて穴を開けることで左右が対称な形になりました。続いては頭部を丸めていきます。この時点でもジグはフレットを削った時から動かしていないので、首から頭にかけて滑らかにつながります。このような小さいものを丸めるときには、安全かつ確実にワークをつかむため、オートバイスを仮の絵として使っています。切削面を滑らかにするために、粗削り、仕上げ削りと2度に分けて削っています。続いて胴体部分です。このリンクの部品はテーパーがついていないので、一つのジグで全ての加工を行うことができます。ここでも粗削りと仕上げ削り2度に分けて削っています。動画ではあまり目立ちませんが、リンク頭部の直径に対して固定しているネジの頭が大きいので、しばしばネジの頭まで削ることとなりました。削り上がった姿です。材料の寸法不足が災いして頭のてっぺんがへこんでいます。改めてコックプラグとのはめ合いを確認しておきましょう。E リングとフォークアームで押さえられれば落ち着くと思います。
念のため反対側も調子を見ておきましょう。続いてはアーム類を作っていきます。素材は開削ステンレス SAS303 です。バンドソーの切断端はわずかに曲がっていますし、平行でもないので修正をしていきましょう。両辺が平行になったところで表面を削って所定の厚さまで整えていきます。ここで使っているフェイスミル、チップの切れ味が悪いのか、フライス板への衝撃も大きく、削られている側のステンレスもとても熱くなります。このまま使用を続けるとフライス板側に悪影響が出そうなので、使用を今回限りにしようと思います。高価な替えのチップも購入してありますが、フライス板自体を修理することになったらそれ以上の損害でしょう。とても残念です。裏面は別のフェイスミルを使います。こちらのフェイスミル、専用のチップもありますが、旋盤用の三角チップが使えます。ここでつけているのも旋盤用のチップです。使っているチップはノーズ R が 0.4 ミリとやや小さいため、表面はややざらついた感じに仕上がりますが、マシンへの悪影響を心配せずに使えるのは嬉しいです。表面の滑らかさを向上させるには、ノーズ R の大きなチップを使えば良いと思い、購入はしてあるのですが、まだ試していません。チップの切れ味を追求するのであれば、シャープエッジのものを選びたいところですが、断続切削になるので、ある程度衝撃にも耐えられる必要があります。そのバランスが難しそうです。ついフェイスミルの話が長くなってしまいました。これまでズボラをして元の材料の厚さや太さのままで使うことが多かったのに、なぜこの開削ステンレスに限って手間をかけて製材するのでしょうか。それは厚さに対する誤差が大きいためです。規格表によればその誤差はプラマイ 0.8 ミリとあります。今作っているような小さな部品にとっては無視できない数字です。しかも今回購入したものは規定の厚さに足らず、一段厚いものから削ることとしました。
フォークアームを作っていきます。小さくて固定が難しそうなので作り方にはだいぶ悩みました。ヒントになったのはリターンクランクの作り方です。大きさこそ異なりますが2つを向かい合わせに作っていくことでお互いがジグの役目も果たします。図面ではアームシャフトの通る穴はリーマー仕上げとなってますが、ドリル開けっぱなしとしました。次の穴はフォークの股の底になる部分です。3つ目の穴は設計上対応するものはありません。2つの部品の中間を示すもので、リターンクランクを作るときどこまで削ればよいのかわからなかった反省を踏まえて独自に追加しました。続いて回り止めのピンのための穴を開けます。この穴直径 1.2 ミリと細いので嫌な予感はしましたが、その最悪の事態は現実となってしまいました。リターンクランクの悪夢再びという感じです。折れ込んでしまったドリルはどうしようもないので、新しい材料で一から作り直しです。今度はドリルを折らないよう優しく穴を開けていきます。ここでは穴は片側だけ開け、アームシャフトと組み立てた時に貫通させる必要があります。その時の方がドリルを折るリスクが高いので、今から心配です。90度方向を変えて仮固定用のネジ穴を開けていきます。このネジ穴、図面では指示がありませんが、リバースギアのアームの時と同様に仮固定ができないと回り止めのピンの穴を開けることはできません。部品が小さいのでネジは M2.0 としました。細いタップは折るリスクの高い作業です。直前にドリルを折っているので、矢が上にも恐怖心が高まります。しかも作り直しに使った材料が初めのものよりも大きいので、ネジの深さもその分長くなってしまいました。今度は無事に穴開けが終わりました。外形を加工するためのジグを準備していきます。テーパーに合わせて削るため、フリーキャドで作図して穴の位置を計算しています。Y 軸のオフセットは CAD の計算結果ですが、X 軸方向については現物合わせで決めました。エンドミルで長々型に削っていきます。中央に開けた穴はここでの削り終わりの目安になっています。切り子を吹き飛ばしながら少しずつ削っていきます。
ワークを反転して反対側も削ります。これを繰り返すことで蝶々型になっていきます。そろばん玉のように真ん中が出っ張った形であればメタル層で加工できるのですが、この形ではエンドミルで地道に削るしかありません。やっと削り終わりました。次は端の丸めです。斜辺を削るときは少しずつ削っていたのに、ここでは大胆に一度に削ってしまっています。一応仕上げ削りもしておきましょう。だいぶ形になってきました。フォーク部分を削るため、新たにジグに平行な穴を開けました。今までであれば穴の片方を再利用するのですが、今回は部品が小さく、斜辺を加工する時の穴と平行な穴が重なるため、新しく穴を開け直しました。もう一つ今までと違うのは、ジグとワークをロックタイトで固定しているところです。その目的と効果は後ほど説明します。フォーク部分を所定の厚さにまで削っていきます。ここで2つの部品が向かい合わせにつながっていることで、両側の2本のネジでしっかり固定することができます。真ん中の部分を削って切り離そうとしていますが、これは段取りの間違いです。先にフォークの溝を削っておく必要があります。2つがつながっていて、少しでも強度が高いうちにより多くの加工を済ませておく必要があります。加工している場所を目視では確認しにくいので、ビデオのモニターと DRO の読みだけが頼りです。いよいよ切り離しです。固定をするときにロックタイトを併用したのを覚えていらっしゃるでしょうか。2つが切り離された途端、それぞれはネジ1本だけで支えられていることになり、動いてしまうことに対しての対策でした。そうなるとワークは傷つき、悪くすると一から作り直しということも考えられます。この時点ではトラブルなく切り離すことができたように見えています。ここまでの
ここまでの作業の結果です。やはり多少無理があったのか、こちらのフォークが曲がってしまいました。後でこれについては、修正をペンチか何かで修正をかけたいと思います。この後ジグから外すとこれでフォークアームについては作業が終わりです。アームシャフトに取り付けるもう一種類のアームの作成に移ります。形はフォークアームに似ていますが、作り方はだいぶ異なってきます。部品が小さい上に作るのは一つなので、固定の仕方にも工夫が必要です。それでも最初に軸穴を開けるのは同じです。続いては回り止めのピンのための穴です。今度はドリルを折らないよう慎重に開けていきます。こちらのアームにはリンクのはまる溝があり、60度の傾斜が指定されています。傾斜のついた溝については逆転機のショーで経験済みです。傾斜は角ダス君を使い、溝はエンドミルで削っていきます。前回の経験から角の部分は不要な上に、溝を削るとき邪魔になるので、あらかじめ削り落とすこととしました。溝部分を削っていきます。こちらも前回の経験から切り込みはごく浅くし、切り子はエアブローしながら根気強く削っていきます。溝の深さについては軸穴の中心からの距離で図面に指示されていますが、正確に測ることはできないので、軸穴を過ぎたところからクイルの目盛りで少し余裕を持って削りました。次の作業としては仮止めのネジ穴を開けたいのですが、余分が多すぎます。この後の丸め作業でも邪魔になるので、この余分を先に切り落としておきます。小さいものなので機械を段取りするよりも手のこで切った方が早いと思いました。それでは穴を開けていきます。穴を開ける前に平らに削って毛書きをするのが本筋ですが、ここではそれらを省略してしまいました。ドリルが折れる事故が続いているので、警戒して切削油をつけているのですが、
またしてもドリル破損の事故が起きました。この部品も一から作り直しです。作成風景は繰り返しませんが、やっとのことでここまで戻ってきました。今回のドリル破損でこのサイズのドリルのストックがなくなってしまいました。ドリル破損の頻発はステンレスのたたりなんでしょうか。今度は無事に開いたようです。穴が開いたとはいえ、まだまだ油断禁物です。これもまた破損事故の多い細いタップです。最近細いタップのために左のようなものを使っています。4ミリのドリルチャックに長めのストレートシャックをつけたものです。シャックには輪生銅のスリーブがかぶせてあります。このスリーブを機械のドリルチャックで加えることでタップがまっすぐに保持できます。指先の力で回しているので感触がダイレクトに伝わり、手加減ができるので、このツールを使い始めてからタップの破損は起きていません。一つ難点を言えば指先が痛いことです。今回も無事にネジが切れました。外形を加工するためのジグを準備していきましょう。ワークの固定には M3 と M2 のネジ穴が必要です。ここでも細いタップがリスキーなのは同じなので、できるだけ以前に開けた穴を再利用します。ここでタップを使っているのはネジを切るためではなく、先端の尖りを利用してすでに開いている穴の中心を探るためです。もう一方の穴の位置は CAD でオフセットを計算して長手方向は現物合わせとしました。位置が決まればネジ穴を開けていきます。こちらのタップ作業はオーソドックスな方法です。こちらのパーツはメタル層で外形加工を行っていきます。加工する場所が狭くて毛書き線をよく確認できませんし、座標の基準となるところもないので、目分量で切る場所を決めました。多少大きめになってしまうことは覚悟の上です。他の部品との関係で重要な寸法は穴の間隔で、外形はそれほど影響しないはずです。しかも両側が揃っていれば目立たないはずです。反対側はワークをひっくり返して削ります。これで斜辺が左右対称になります。続いて端の丸め作業です。このような丸め作業にオートバイスは欠かせませんね。エンドミルとの距離を調節して粗削り、仕上げ削りと2段階で加工していきます。
大きい方の橋の加工ではいろいろと事故が起きました。最初の事故はオートバイス自体が外れてしまうということです。ワークの形からしてつかみが不安定になりやすいことは分かっていたので、強めにつかむようにしていたのですが不十分だったようです。今度はつかみ傷覚悟でさらに強くつかむようにしました。作業が順調に進んでいるように思えたところですが、突如エンドミルがスリップして止まりました。原因はなんとコレットがきちんと閉まっていませんでした。エンドミルにもワークにもダメージがなくて本当に良かったです。削り上がりです。ややオーバーサイズですけども、途中事故があった割には綺麗に出来上がったと思います。このピンの穴の方向がこっちで良かったかどうかは組み立ての時にわかるかと思います。続いてはカラーです。図面ではリンマー仕上げが指示されていますが、ドリル開けっぱなしです。フライス板に移って固定用のピンの穴を開けていきます。細くて丸いものなのでコレットチャックブロックを使っています。すでに幅の決まっているものの中心に穴を開けるのは私にとって失敗の多い作業なんですが、今回はうまくいったようです。
今回とかく事故の多い細いドリルです。緊張の中、慎重に穴を開けていきます。ここまでは無事に行きました。90度回転して、今度は仮固定のネジ穴です。四角いコレットチャックブロックはここでもいい仕事をしています。緊張する作業が続きます。そして M2 のタップです。所定の長さに突っ切れば出来上がりです。今回の作業はここまでです。タイトルのアームシャフトの完成は次回に持ち越しとなります。ご視聴ありがとうございました。